皆さんこんにちは、ケニーです。今回も eFootball アプリの戦術的解説をお届けします。この動画では2石油番について解説します。2石油番とはセンターフォワードの選手が前線にとどまらず中盤に下がってボールを受けたりチャンスメイクを行う戦術です。eFootball を戦術的にプレイしているユーザーにとっては一度は試したくなるようなロマンを感じる戦術だと思います。しかし、この2石油番を実用レベルにまで昇華させるのは非常に難しく、これまで紹介してきた2石油番戦術の多くは、勝つための戦術ではなく、2石油番のための戦術にとどまっていました。そこで今回は、先日のメジャーアップデートで可能になった、より実践的に、そして勝つための戦術として使える2石油番について解説していきます。まず、なぜ2石油番を採用するのか、その意図と役割について解説します。今回紹介するのはセンターフォワードの位置から中盤に下がるシンプルな2石油番です。主な狙いは中盤での数的優位を作ること。そして高い位置から下がることで相手のマークを外し2石油番の選手をフリーにすることです。例えば現環境ではフィジカル面の問題からあまり使われない神の子メッシも低い位置に下がってボールを受けることで相手との接触を避けることができ、ドリブルやパスといった能力を最大限に活かすことができます。そして下がった位置からドリブルやパスなどその選手や操作するプレイヤーの特性に合ったプレーでチャンスメイクを行います。次に2石油番が下がることで生まれた最前線のスペースをどう使うか。ここがこの戦術の最重要ポイントです。例えば実際に24-25シーズンで2石油番を採用し結果を出しているチームにパリ・サンジェルマンがあります。センターフォワードのデンベレが2石油番として中盤に下がりますが、そのスペースにはミッドフィルダーのジョアン・ネベスなど他の選手が飛び出して全体のバランスをとっています。このように2石油番を機能させるにはその空いたスペースを使う選手の存在が不可欠です。ただチームスタイルポゼッションではこの飛び出しが難しくなります。ポゼッションはボールを受けに来る傾向が強く裏へのアクションが少ないため2石油番が十分に機能しません。そこで今回はチームスタイルサイドアタックを採用します。最近チャンネルでも紹介しているようにサイドアタックはポゼッションに比べて動き出しが多いのが特徴です。この特性を生かすことで2石油番の動きと連動させることが可能になります。では次に今回使用するスカットについて解説していきます。今回のスカットがこちらです。チームスタイルは先ほども触れた通りサイドアタックを採用しています。ここでは2石油番に関わる配置や役割を中心に解説し、スカット全体の詳しい話は今後別の動画で解説するのでチャンネル登録をしてお待ちください。まず2石油番として起用する選手は ST として配置し、ディフェンシブの選手指示を設定します。このディフェンシブの指示が重要で、これによって選手がボールを受けに下がる動きが強調されます。プレイスタイルはボールへのサポートが多いチャンスメーカーがおすすめですが、無印やリンクフォワードでも十分に機能します。次に中央の OMF と CMF。この2人が先ほど解説した2石油番が空けたスペースに飛び出す役割を担います。OMF はより攻撃的に動いてもらうため2列目からの飛び出しの選手が理想です。CMF には攻守万能でありながら守備に特徴のある選手を配置できるとトランジションの場面で安定感をもたらしてくれます。サイドの CMF は以前の動画で紹介した最小限の幅でプレーするウイングです。これについては概要欄に動画のリンクを貼ってあるので詳しくはぜひそちらをご視聴ください。CMF 起用でありながら幅を取りつつゴール前では空いたスペースに飛び出す役割を担います。そしてスカット全体としては左のセンターバックに選手指示でオフェンシブをつけることで攻撃時には235のフォーメーションに可変します。この形から2石油番の選手が下がってチャンスメイクを行います。また守備では右の DMF にラインダウンを設定します。これにより偽サイドバックとして機能し、守備時には451のブロックを形成して安定した守備が可能になります。以上が2石油番を実現するためのスカットの概要です。次に2石油番の実際のプレーを解説していきます。ここでは最も基本となるチャンスメイクのシーンを紹介します。
先ほどまでの解説のように偽9番の選手が下がることで中盤で数的優位を作りますが、ここでポイントになるのが先日のメジャーアップデートによる仕様変更です。スルーパスの精度が改善されたことにより、これまではカットされていた決定的なパスが通りやすくなっています。今の環境なら偽9番は勝つための戦術として機能します。ここまで紹介したシーンは偽9番の選手がうまくフリーになった場面でしたが、相手のマークがついたり、思った通りに下がってこなかったりでフリーにならない場面が何度かあるのも確かです。そのような状況ではワンタッチパスが有効になります。無理に相手を背負って反転しようとするのではなく、ワンタッチ、もしくは少ないタッチ数でボールを循環させることで相手を動かし、それによって生まれるスペースで再びボールを受けることが狙いです。ここまでのようにボールキープしてチャンスメイクにつなげるか、それともワンタッチで叩くかは偽9番周辺のスペースの状態で決まります。そのため攻撃時、特に組み立てにおいては常に偽9番、その周辺の相手選手を見ておくことが重要です。Laser and charged particle beam weapons.
今回は偽9番について解説しました。これまで当チャンネルではいくつか偽9番の解説を投稿していますが、今回のものは現環境も相まって最も勝てる偽9番戦術だと思います。また途中でも触れましたが、今回使用したスカットの解説は今後の動画で行うので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後もこのような戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。Engage.